this feeling I can't describe. There's magic in the air, the world has come alive. There's something in your touch, baby. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere, out of nowhere. はい、皆さん、にはー、44です。今回は2026年最新版台湾旅行の取扱説明書をお届けします。実は去年2025年も動画で紹介したんですが、この1年で台湾のルールやサービスがいくつか変わっています。知らずに来ると少し不便だったり、無駄に時間がかかってしまうこともあります。そこでこの動画では2026年に台湾旅行を考えている方向けに昨年からの変更点も含めて役立つ情報を完全網羅して分かりやすく紹介したいと思います。台湾旅行が初めての方も久しぶりの方もこの動画を見ておくとより安全で快適でそして楽しくなるはずなのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみよう。台湾へと旅立つ前に必ずやっておきたいことがあります。それが入国カードのオンライン登録です。台湾では2025年10月から入国カードのオンライン提出が義務化されました。飛行機の中で紙のカードに記入する必要はなくなり、旅行前にインターネットで済ませるのが基本になります。台湾到着の3日前から登録ができ、台湾政府公式の TWAC オンライン入国カードサイトから行います。ここからは登録の仕方を簡単に説明します。言語が日本語以外になっている場合は上のタブから日本語に変えることができます。はじめに入国カードを登録をクリックします。注意事項を読みながら下にスクロールしスタートを押します。メール認証が必要なのでメールアドレスを入力します。メールで確認コードが届きます。この部分のコードをコピーして入国カードの登録画面に戻り、確認コードの欄に貼り付けます。次に旅行者の情報を入力します。パスポート情報を取得のボタンをクリック。パスポート情報をカメラで読み取るを選択します。カメラでパスポートを撮影すると自動的に情報を読み込んで自動入力してくれます。次に到着予定日と出国予定日を入力します。氏名やパスポート番号が正しいか確認しながら下にスクロールします。こちらの国・出生地の部分は入力されていないのでグルタブから選択します。JP と入力すると日本まで飛ぶので選択しやすいです。現住所の欄も同様に選択します。ビザの種類のところは一番上のビザ免除を選択します。次に電話番号の入力です。国・地域コードは日本の場合81番です。こちらも先ほどと同様 JP と入力すると日本の番号まで飛びます。携帯電話番号の欄にご自身の電話番号を入力します。続いて職業の項目です。ご自身の職種に応じたものを選びます。ちなみに会社員の場合は職員を選べば OK です。そして最後にメールアドレスを確認し、下の次へをクリックします。次のページでは入国情報を入力していきます。入国渡航方法は飛行機で台湾に行く場合は上を、船で行く場合は下を選択します。
航空会社や船会社、便名を入力します。こちらは飛行機や船の予約確認メールなどに記載されていますので、その通りに入力します。出国渡航方法は台湾から日本に帰ってくる際の交通手段です。こちらも同様に選択します。続いて渡航目的です。観光の場合は3番を選択します。最後に台湾での滞在先です。ホテルに泊まる場合はホテルの名前を入力します。英語か中国語で入力するのがベターです。入力し終わったら下の次へをクリックします。このような確認画面が出てくるので確認をクリックします。今までの入力内容をすべて確認します。デクラレーションと書いてある宣言内容を一読し、下部にあるチェックボックスにチェックを入れます。最後に登録ボタンを押せば入国カードの記入は完了です。メールで完了のメッセージが届きます。入国審査時に提示を求められることはないので、必ずしも印刷して持参する必要はありませんが、心配な方は申請内容をプリントアウトして持っていくのもいいと思います。申請ができる公式サイトのリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひご確認ください。次に荷物の準備です。普段の旅行と持ち物は変わりませんが、特に台湾旅行には持って行った方がいいものが4つあります。それは日焼け止め、虫除けスプレー、ポケットティッシュ、ウェットティッシュです。後ほど詳しく説明しますが、歯ブラシなどの洗面用具も忘れずに持っていきましょう。一応基本的な持ち物リストを紹介しておきます。荷物の準備ができたら飛行機のオンラインチェックインもやっておくと便利です。出発の48時間前から1時間前までできる航空会社がほとんどです。ではここから飛行機が台湾に到着してからの流れを順番に説明します。まず桃園国際空港に到着したら、飛行機を降りてすぐに緑色の識別カードを受け取ります。スタッフから直接渡されることもありますし、テーブルに置いてあるものを自分で取る場合もあります。1人1枚必ず受け取ってください。台湾では豚コレラの感染地域から入国するすべての方に検疫検査が行われています。ただし日本は現在感染地域には該当していません。そのため日本から来た方は手荷物検査が免除されます。この緑色のカードを持っていると途中にある緑色のレーンを進むことができます。カードはこちらで忘れずに返却してください。検査が免除される分時間短縮になりスムーズに進めます。ただし注意点です。2025年10月、台湾で初めて豚コレラの感染が確認されました。今後空港での水際対策として検査が厳しくなる可能性もあります。カップラーメンに入っている乾燥肉などを含め肉製品の持ち込みは固く禁止されています。知らずに持ち込んでしまわないよう十分注意してください。次は入国審査です。台湾の入国審査では質問されることはほとんどありません。パスポートを渡し、係員の指示に従って横にある機械で顔写真を撮影します。その後、同じ機械で両手の人差し指の指紋を確認すれば入国手続きは完了です。早いと 1,2 分ほどで終わることもありますので、あまり心配はいりません。もし入国カードをオンラインで登録していない場合でも大丈夫です。入国審査のカウンターに並ぶ前にその場で入力できるスペースがあります。万が一忘れてしまった場合はそこで手続きを済ませましょう。入国審査を終えたら、あとは預けた荷物を受け取るだけです。
荷物の取り間違いには気をつけてくださいね。では続いて両替を行います。日本で両替するよりも台湾到着後の方がレートが断然いいことが多いです。到着ゲートを出る前と出た後の両方に両替所や銀行カウンターが複数ありますが、レートはどこも同じなので混んでいない場所を選ぶとスムーズです。外貨両替が可能な ATM でも日本円を台湾ドルに両替できます。自分で操作する分ちょっと面倒ですが、手数料がかからないので少しだけお得になります。次に通信です。日本の通信キャリアの海外サービスを使う場合は不要ですが、台湾でスマホを使うには SIM カードを買うかポケット Wi-Fi を借りる必要があります。SIM カードの場合、3日間で300元前後、約1500円程度で SIM カードを購入できます。出口を出たあたりに何店舗か通信キャリアが並んでいますが、一番の大手は中華電信です。全部使ったことありますが、電波状況などに大きな差はないので好きな会社で大丈夫だと思います。最近では SIM カードを入れ替えずに通信が可能になるサービス、eSIM も主流になってきています。すべての準備が整ったら市内へ向かいましょう。それぞれの空港には直結で地下鉄が出ています。桃園空港から台北市内へは空港メトロの急行電車で最短36分。松山空港はすでに台北市内にあるので中心地までは10分程度で行くことができます。荷物が多い方は台北市内の目的地までタクシーで行くこともおすすめです。料金はだいたい6000円から9000円程度です。出口付近にあるこちらのカウンターで目的地をスマホなどで見せれば OK です。まず台湾の気候に関してです。台湾の北部は亜熱帯気候、南部は熱帯気候に属しているため、年間を通して日本よりも平均気温が5度から10度ほど高くなります。南国特有の高い湿度で夏は非常に蒸し暑くなります。6月から9月は雨季に入り、気温も35度以上になるので街歩きするのも一苦労です。 T シャツや短パン、サンダルなどの軽装が基本です。ただし屋内では冷房がきつく効いていることが多いので、薄手の羽織物を1枚持っておくと安心です。10月から11月は台湾の短い秋です。朝晩は少し涼しくなりますが、日中はまだまだ暖かい日が多いです。ロング T シャツまたは半袖に薄手の上着を羽織るくらいがおすすめです。この時期はまだ半袖と短パンで過ごす人も多いです。12月から2月は台湾の冬です。気温が10度を下回ることはあまりありませんが、体感としては肌寒い日もあります。長袖に軽めのアウターがあると快適です。現地の方でダウンを着ている方も多いですが、そこまでは必要ないでしょう。3月から5月は春です。朝晩の寒暖差はありますが、温暖な気候で比較的過ごしやすいです。秋と同じく半袖に上着を羽織るスタイルがちょうどいいかと思います。人によって暑さや寒さの体感は異なるので、ご自身に合わせた服装をしてくださいね。続いて治安についてです。台湾の治安は日本と同じぐらいいいと言われています。
落としたお財布やスマホが戻ってくることも多いです。ただし人が多く集まる夜市や繁華街では釣りやひったくりの危険がゼロではありません。混雑した場所に行く際には特に注意してください。次に言語です。台湾で標準語として話されているのは中国語の北京語です。台湾華語とも呼ばれています。その他にも現地に根付いた台湾語や原住民族の言語が複数存在します。挨拶などの簡単な中国語を覚えておくと便利です。こちらの動画を参考にして現地の人とぜひコミュニケーションをとってみてください。続いて台湾の暦です。台湾では西暦の他に中華民国暦と呼ばれる年暦が使われています。台湾が中華民国として成立した1911年を元年として数え、民国〇〇年と表記されています。2026年は民国115年となります。賞味期限や書類の日付にこの民国暦が使われていることがあるので覚えておくと便利ですよ。最後に台湾のお金です。台湾の通貨はニュー台湾ドルと呼ばれ NT ドルと表記されます。現地では元や塊と表記されることが一般的です。主に流通している紙幣は1000元、500元、100元の3種類です。幻の2000元札と200元札もあるようですが、今まで街中で見かけたことはありません。硬貨は50元、10元、5元、1元があります。日本よりも少ないので覚えやすいですね。レートは現在だいたい1元約 5.2 円なので約5倍として計算すると分かりやすいです。例えば1本20元のお茶は5倍にして約100円といった具合です。まずは一番大切な交通です。台湾の市内観光でよく使う交通手段は地下鉄、バス、タクシー、配車サービスの Uber です。台北では複数の地下鉄が走っていてどこへ行くのも便利です。トークンと呼ばれる券売機で買える切符もありますが、スイカのようにチャージして使う交通系 IC カードのヨーヨーカードがあると便利です。駅やコンビニなどで購入チャージができ、スイカのように何度も繰り返し使えます。現地のセブンイレブンでは可愛いデザインのカードもたくさんあるのでお土産にも人気です。ちなみに2026年の年初から台北メトロでクレジットカードのタッチ決済の改札機が導入されました。早速使おうとしたんですが、現在まだ使えませんでした。駅員さんにお話を聞いたところ、日本のクレジットカードが使えるようになるのは今年の7月頃からだそうです。ますます便利になりそうですね。バスやタクシーは初心者にはあまりお勧めできませんが、配車サービスの Uber は観光客にとってもとっても便利です。渡航前にアプリをダウンロードしてクレジットカード情報などを登録しておきましょう。乗車前に行き先を入力して金額も事前に表示されるので、中国語ができなくても安心のサービスです。また日本でも定着しつつある街中のレンタサイクル U バイクも手軽で簡単に利用できます。ちなみに地下鉄とバスの中では飲食禁止なので気をつけてくださいね。
台湾旅行の注意事項をまとめた動画もあるので、そちらもぜひ参考にしてみてください。続いてグルメ情報です。台湾は美食天国と呼ばれるほど美味しい食べ物が本当にたくさんあります。有名な小籠包をはじめ、ルーローファンや屋台飯など外食文化が発展した台湾には幅広いグルメが揃っています。中でも今年個人的におすすめしたい台湾グルメは牛肉麺と大根おやきのローボースービンです。一度食べたら病みつきになってしまう絶品グルメになっています。豆花やドーナツなどの台湾スイーツ、絞りたての新鮮な台湾フルーツをたっぷり使ったフルーツティーもおすすめです。路面店や屋台ではクレジットカードは使えず、基本現金払いになります。台湾にチップ文化はありませんが、高級なお店ではサービス料として 10% 前後が請求される場合があります。ぜひ美食天国の台湾で思う存分食い倒れをしてみてください。次に台湾のトイレ事情です。台湾のトイレは基本的に日本に比べて衛生面で少し不安なところがあります。綺麗なトイレを利用したいときはホテルやデパートのものを利用するようにしましょう。また古い建物にあるトイレの場合、排水管が細くトイレットペーパーを流すことができません。その場合は備え付けのゴミ箱に捨てます。注意書きがあるのでそちらを参考にしてください。そもそもトイレットペーパーが常備されていないトイレもあるので、事前に確認するのがベターです。トイレ外の自販機で販売している場合もありますが、常にポケットティッシュを携帯しておくのがおすすめです。続いて喫煙と飲酒に関してです。喫煙に関しては日本より寛容で、路上喫煙をしている人もよく目にしますが、学校や公共施設の近くでは喫煙禁止のエリアが明確に設けられています。こちらの緑色のラインが地面に引かれている場合は路上喫煙が禁止なので注意してください。違反すると罰金になることもあるので、旅行中は喫煙所や灰皿があるところでたしなむのがベストです。飲酒についてお酒はコンビニやスーパーなどで購入できます。台湾では18歳以上から飲酒が可能で、路上などで飲むことに関しても特に制限はされていません。台湾のお酒で一番有名なのは台湾ビールです。様々なフレーバーのものや、賞味期限が18日間しかない18日台湾ビールが現地でも特に人気です。おすすめのお酒はこちらです。見つけたらぜひ飲んでみてくださいね。では続いてホテルに関してです。台湾のホテル価格も年々高騰してきています。様々な価格帯のホテルがありますが、初めて訪れる方にとって最も優先すべきなのは安全面です。窓なしの部屋は有事の際に避難経路が確保できないので、たとえ価格が安くても避けるのがおすすめです。また、2025年1月1日から台湾全土のホテルでアメニティの無料提供が禁止されています。歯ブラシや櫛、シェーバーなどはお部屋に置いていないので、必要に合わせて持参するようにしましょう。ホテルによっては有料で販売しているところもあります。シャンプーやボディーソープはだいたい備え付けのものがありますが、コンディショナーは用意されていないホテルが多いので、ご自身で準備するのがベターです。
衛生面やサービス面が不安な方は少し割高にはなりますが、日系のホテルに宿泊することをお勧めします。日系のホテルも以前の動画で紹介していますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。続いて台湾のお水に関してです。台湾の水道水は基本的に飲めません。スーパーやコンビニなどでペットボトルを買うようにしましょう。お水を買う際に注意したいのが、海水をろ過したものや食塩が入っているものがあるということです。購入する前にラベルに書かれている成分を確認してから買いましょう。塩が入っているお水の方が比較的安価ですが、飲み慣れないと少し違和感があるのであまりおすすめはできません。また台湾では街中至るところにウォーターサーバーが設置されているので、水筒を持っていれば無料でお水を確保できます。環境保護のためにもぜひ活用してみてください。続いて台湾の電源コンセントに関してです。台湾の差し込みコンセントは日本と同じ A タイプです。変換プラグは必要ありません。ただし電圧は 110V と日本の 100V より高いため、基本的には変圧器が必要です。対応電圧が 100V のみの電化製品の使用には注意してください。ですが 100V から 240V と対応電圧の幅が設けられている電化製品であれば、そのまま使用しても問題ありません。PC やスマホの充電器などはこの対象になっていることがほとんどです。まず海外旅行でよく耳にする免税手続きに関してです。台湾では表記されていませんが、すべての商品に営業税という消費税が 5% 分付加されています。ただし台湾で免税の手続きをするには少し厳しい条件があります。まず TRS と呼ばれる免税手続き可能店で買い物をすること。次に同一店で同一日に2000元以上の買い物をすること。また未開封のまま自身で飛行機に乗せて持ち帰ることなどがあります。加えて還付手数料として 20% を支払う必要があるので、台湾で大きな買い物をしない限りあまりお得感はありません。還付手続きは申請書とレシート、パスポートを用意して空港にある機械で行います。大型ショッピングセンターやデパートには専用のカウンターがあるので、そちらでも還付手続きが可能です。次に余ったお金の両替です。旅行で使い切れず残った台湾ドルは台湾にいるうちに日本円に戻しておきましょう。空港の出発ゲート付近に銀行の両替カウンターがあるので、そこで手続き可能です。ただ手数料がかかるので、また台湾に来られる方は手元に残しておくのもおすすめです。日本への帰国時には税関申告書の記入が必要です。従来の方法は申告カードに記入して税関カウンターに提出する方法でしたが、今ではインターネットで事前に申告して QR コードを取得しておく方法が主流になっています。ビジットジャパンウェブのサイトから携帯品別送申告書のフォームを入力しておくのがおすすめです。日本への持ち込み禁止物を所持していないか、多額の金銭を持っていないかなどの確認に用いるもので、
日本の空港で荷物を受け取った後に電子申告ゲートに進めて時短にもなりますので、ぜひ事前に準備しておきましょう。帰国する際も同様で、事前に飛行機のオンラインチェックインをしておくと便利です。空港に着いたら各航空会社のカウンターで荷物を預けます。日本と違うところは、預けた荷物をカウンターの端にあるモニターで確認をすることです。無事に X 線の検査を通ったことを確認してから出発ゲートに向かうようにします。これであとは安心して日本に帰国するだけです。お疲れ様でした。それでは最後に台湾旅行の相場予算に関してです。訪れる場所や観光内容によってだいぶ開きが出るので、あくまで一般的な目安にはなりますが、2泊3日の旅行費は6万円前後になります。内訳の一例はこんな感じです。食費9000円、交通費6000円、お土産代1万円、ホテル代3万円、予備費5000円となります。ホテル代やお土産代をクレジットカードで支払う場合は調整してください。自分が2泊3日で台湾を訪れる際には、ホテル代はネットで事前決済をし、現地では3万円から4万円程度を両替することが多いです。格安旅ができるところも台湾の魅力の一つなので、宿泊や交通を工夫すれば全て合わせて3万円前後に抑えることも可能です。その場合の内訳はこちらです。ご自身の旅行プランに合わせて予算を組んでみてください。はい、2026年台湾旅行のトリセツいかがでしたでしょうか。知れば知るほどその魅力に引きつけられる台湾。日本では味わえないグルメや観光スポットがたくさんあり、素敵な体験が皆さんを待っています。ぜひこの動画を参考にして2026年も台湾旅行を思いっきり楽しんでください。今回の動画が次の台湾旅行の参考に少しでもなれば嬉しいです。このチャンネルでは台湾旅行に役立つ一味違った情報をお届けしています。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。